なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第5章第191話寝ぼけ魔女第192話謎の転入生現る朗読を始めます。魔王学院の不適合者第191話寝ぼけ魔女。エミリアと別れた後、俺はメルヘイスにリークスで彼女のことを伝達した。すぐに勇者学院へ赴任するよう手はずを整えるだろう。しかし思ったよりも時間が余ったな。もう少し食ってかかられるかとも思ったが、なかなかどうして塩らしくなったものだ。それだけ今日までの日々が過酷だったということか。アノス。振り向くとそこにミーシャが立っていた。彼女は手にバスケットを持っている。朝ごはん。そう口にしてミーシャは両手でバスケットを差し出した。お弁当にした。ほう、それはありがたいことだ。手間をかけたな。嬉しそうに微笑み、ミーシャは首を左右に振った。デルゾゲードへ行く？行くには行くが、今日は少し早く出たからな。俺は魔法陣の中にバスケットを収納しながら、ふと考える。ふむ、良いことを思いついたぞ。ミーシャの家に行こう。パチパチ、と目をしばたかせ、ミーシャは小首をかしげた。いつだったか、話をしただろう。サーシャを起こしに行くとな。なんだかんだで先送りにしてしまったが、ちょうどいい機会だ。ミーシャはこくりとうなずき、俺に手を伸ばした。サーシャは喜ぶ。小さな手を取ると、彼女はガトムを使った。目の前の視界が真っ白に染まり、やがて違う景色が現れた。広い一室だ。天井は高く、装飾の施された柱が何本もある。赤を基調にしたカーテンが風にそよいでおり、窓からは日光がつぎ込んでいた。大きな天蓋付きのベッドをまばゆく照らしているものの、そこに寝ている人物はまるで起きようとしない。桃色のネグリジェを身につけ、髪をほどいているサーシャは、すやすやと気持ちよさそうに寝息を立てている。完全に寝入っているな。二度寝。ミーシャが窓を指さす。ふむ、窓を開けておきながら、また寝たというわけか。こくりとミーシャがうなずく。もしかしたら3度ね。俺はサーシャへ近づいていき、ベッドに腰掛ける。サーシャ。彼女を呼ぶが、まるで反応がない。この調子で、毎回遅刻せずに間に合っているのだから、不思議なものだ。彼女の頭に手をやり、軽く揺さぶる。さっさと起きるがいい。さもなくば、家ごと揺らすぞ。言葉に魔力を込めて言ってやると、サーシャがうっすらと目を開ける。ミーシャ、もう朝なの？ぼんやりとした口調でサーシャは言う。俺をミーシャと見間違えるとは、まだ寝ぼけているようだな。主君の顔を忘れたか？ぼーっとサーシャは俺に視線をやっている。だが、その目はどことなく焦点が定まっていない。主君は、アノス、私の魔王。そうだ、お前の魔王だ。起こしに来てやったぞ。あれ、おかしいわ、アノスが、いるわけないわよね。まだ寝ぼけているのか、ふわふわした口調である。以前に話しただろう。わざわざ起こしに来てやったのだ。そろそろ目覚めたらどうだ？あ、夢だわ。聞いておらぬ。夢ではない。起きろ。夢でも、アノスはそっけないわ。シーツをつかみ、ゴロンとサーシャは俺に背を向ける。サーシャ。まだ眠たいの？手を伸ばすと、サーシャがそれをつかみ、ベッドに引きずり込もうとする。じゃ、ほら、アノスも一緒に寝ればいいわ。私のベッド大きいわよ。以前も言ったがな、俺の前で寝かせると思うな。不運だ。だだっこのような甘えた声でサーシャが言う。夢だからって、アノスは絶対、そんなことしてくれないんだもん。わけのわからぬことを言う。だんだんと起きてきたと思ったが、そうでもなさそうだな。あまりダダをこねるな。言うこと聞かせたかったら、ちゃんと言ったこと守ってよ。またサーシャがこちらに寝返りを打つ。シーツが乱れ、薄いネグリジェがあらわになる。何を守れというのだ？寝かせないって言ったくせに。拗ねたようにサーシャが言う。夢なんだから、ちょっとぐらい、抱いてくれてもいいじゃない。ふむ、仕方のないやつだな。俺はサーシャに手を伸ばす。そして、
彼女の体に触れた。あ、ふふ、もっと近くに来てよ、もっと。嬉しそうにサーシャが笑う。ああ。そのまま軽くサーシャを持ち上げた。キャ。両手でサーシャを抱きかかえ、ベッドから降りる。どうだ？抱いてやったぞ。まったく、一人で起きる上がることもできぬとは、幼子のようなことを言うものだな。視界の端に見えたミーシャが、小刻みに首を左右に振っていた。何か違ったか、と思った瞬間、ミーシャははっとしたように、今度は小刻みにコクコクとうなずき始めた。どうやら間違ってはいないようだな。あれ、アノス？俺の腕の中にいるサーシャが瞬きをして、じっとその目を俺に向けた。ぼーっとしていた視線が次第にしっかりしてくると、彼女は言葉をこぼした。今の？あれ？だって、夢？だけど、なんでアノスが、ここにいるの？動転したように、サーシャが言う。以前に約束しただろう。起こしに来てやったぞ。そうなの。ありがとう。未だ頭に疑問を浮かべた様子で、サーシャがお礼を口にする。ところで、アノス、ちょっと聞いてもいいかしら？おずおずとサーシャが尋ねる。なんだ？私、何か、変なこと言ってた、かしら？意図がつかめずにいると、サーシャはすぐに言葉を続けた。夢なんだけどね。そう、変な夢を見てて、それでおかしなこと言ってなかったかと思ったんだけど。まあ、わけのわからぬことをいろいろと口にして吐いたが、抱いてやるまで起きぬとダダをこねたのでな。こうして起こしてやったというわけだ。サーシャはほっとしたような表情を見せた後首をひねった。というか、なんで抱いてって聞いて、抱っこしてほしいと思うのよ。子供じゃないんだから。何の気なしにそうぼやいた瞬間、サーシャは口を大きく開き、危機的状況にでも陥ったような顔をした。まるで墓穴を掘ったと言わんばかりである。すべて寝言とは思わなかったのでな。てっきり起こしてほしいものとばかり思ったが、まさか、夢とは。そうなのよ。夢だわ、夢。まあ、別にそんなことはどうでもいいんだけどね。どうでも。ところで、何の夢を見ていたのだ？サーシャが絶句した。随分と良い夢だったのだろう。なかなか幸せそうな顔をしていた。サーシャは顔を真っ赤にし、そっぽを向くように視線をそらす。良い夢だったわ。俺の名を呼んでいたが、俺も出てきたのか？サーシャがぎゅっと俺の袖をつかむ。出てきた。何をしていたのだ？何を？びっくりしたようにサーシャが声を上げる。どうした？なんでもないわ。じっと彼女を見つめてやれば、なんとも心細そうな顔を浮かべている。いらぬ詮索をしたな。言いたくないこともあるだろう。無理には聞かぬ。サーシャを下ろしてやろうとすると、彼女は嫌がるようにぎゅっと俺の袖に捕まった。か細い声で彼女は言う。抱っこ。抱っこしてもらったわ。アノスに。それを聞き、俺はほがらかに笑った。言われていない彼女の金の髪をぐしゃりとかき乱すように、その頭を撫でてやった。いらぬ意地を張るものだな。まだまだ子供ではないか。うるさいわ。いいじゃない。別に。サーシャがぎゅっと俺に抱きついてきた。それを見ていたミーシャが、ふふっと笑う。もう、何よ、ミーシャ。サーシャが幸せそうで嬉しい。そう言われ、サーシャは罰の悪そうな顔を浮かべる。くはは、相も変わらず、どちらが姉かわからぬな。サーシャがお姉ちゃん。渋い表情でサーシャがつぶやく。だったら、ミーシャはもうちょっと妹っぽくしてほしいわ。ミーシャが首をかしげる。どんなのがいい？何でもいいから、私よりもだらしないところを見せるとか。困ったようにミーシャがその場で固まる。だが、やがて、気がついたように言った。妹であることには、だらしない。トンチなの？鋭いツッコミであった。もう、いいわ。サーシャが足で宙を漕ぐので、そのまま床に下ろしてやった。彼女は足元に魔法陣を描く。それが頭上へ登っていくごとに、ネグリジェが魔王学院の黒服に変わっていく。一瞬でサーシャは着替えを終えた。困った。と、
ミーシャが俺を見上げる。妹らしくないと言われたことを気にしているのだろう。まあ、気にせずとも良いとは思うがな。気になる。では、たまにはわがままの一つぐらい、口にしてみたらどうだ？わがまま？少しは妹らしくなるだろう。ミーシャはじっと考え、サーシャに言った。寂しい。どうしたの？急に？サーシャが心配そうにミーシャの方へ寄っていく。アノスが授業に出られないのが。サーシャは気がついたように声を漏らす。そうよね。それはそうだけど、そもそも、もう暴虐の魔王だって完全にディルヘイドに広まったんだから、授業なんか受けたら大騒ぎにしかならないわ。私も、少し、寂しいけど、仕方ないわ。そう言いながら、サーシャはさりげなくミーシャと手をつないだ。アノスもかわいそう。かわいそう？不思議そうにサーシャは俺を見た。でも、暴虐の魔王だって証明するのは、もう果たしたんだし、アノスは別に授業なんて受けたくないわよね。サーシャが聞いてくる。そうでもないぞ。授業を受ける意味はさほどないがな。しかし、あの退屈な授業はなかなかどうして、悪くはない。お前たちもいる。嬉しそうにサーシャが顔をほころばせる。そう、なの？じゃ、せっかく、本物の魔王だって認めてもらったのに、いいことばかりじゃないわね。ミーシャが少し悲しげにうなずいた。何？そう落ち込むな。いろいろと準備をしていてな。それが今日整った。ちょっと待って。何の話よ？不思議そうな顔で二人は俺を見つめる。無論、俺が魔王学院へ再び通う話だ。はあ。そんな無茶な、といった表情を浮かべ、サーシャは大きく声を上げたのだった。第192話、謎の転入生現る。デルゾゲード魔王学院、第2教連城。授業開始の鐘の音とともに、カカカ、と強靭じみた笑い声が轟いていた。ドアが開き、触手をウェールドメイドが、教壇に姿を現す。シルクハットをかむり、杖を手にしている。おはよう、俺の生徒たち。この触手をが、お前たちに魔王の何たるかを教えるため、教壇に戻ってきたぞ。しばらく給食扱いになっていた触手は、開口一番、生徒たちの度肝を抜いた。ねえ、エールドメイド先生、なんか互いくない？おう、そうだな。どことなく表情豊かになったというか、生徒たちがちらり、と様子を伺うと、カッカッカとエールドメイドは無駄に上機嫌な小声を発す。豊かになりすぎなんじゃ？でも、前からおかしいところがあったし、自分のことを神とか言ってなかった？言ってたような気がする。というか、なんであんなこと俺ら真に受けてたんだ？ノースガリアが消えたことで、彼が放った言葉の効力が消え、生徒たちももはや、エールドメイドが神だとは信じていない。後に残されたのは、彼が神を自称する変人だという事実のみだ。今のエールドメイドには、天武神の秩序を生む秩序という権能が備わっている。奴の性格からして、目を離せば、ノースガリア以上に厄介なことをしでかす可能性があるため、デルゾゲードで真面目に教師の仕事に取り組んでもらうこととした。無論、ただ教師をしろと言っても引き受ける男ではない。彼がこうして教壇に立ったのには理由がある。それではお前たち、今日は授業の前に、転入生を紹介しようではないか。エールドメイドは杖を入り口のドアへ向ける。入ってきたまえ。彼の魔力で、ガラガラとドアが開いた。俺は教室の中へ足を踏み出し、まっすぐ歩いていく。ちっちゃいな。いくつかな？というか、あの年で入学できるのか？体が小さいだけかもしれないじゃない？それにほら、今の魔王学院は、将来性があると判断されれば、誰でも入学を許可されるようになったんだし、俺は歩みを止めると、ざわつく生徒たちに向き直る。そして、堂々と言葉を発した。俺の名は、アノシュ、ポルティコーロ、6歳だ。クルスラの魔法を使い、俺は6歳相当に体を縮めていた。呆れたようなサーシャの表情が目に映る。一席明け、その横でミーシャは薄く微笑んだ。わーお、びっくりだぞ。事情を知らなかったエレオノールがそう感想をこぼすと、
隣のゼシアが目を輝かせた。ゼシアが、お姉さん、です。レイさん、知ってましたか？こそこそとミサがレイに耳打ちする。僕も聞いてなかったよ。コンコン、とエールドメイドが杖で床を叩く。生徒たちが注目すると、彼は言った。アノシュ、もう少し、自己紹介をしてはどうだ？そうだな。一歩、俺は前に出る。ここに来るまでは、旅芸人をしていた。特技は暴虐の魔王のモノマネだ。好きな食べ物はキノコグラタン。苦手な魔法は特にない。少々常識に疎いかもしれぬが、よろしく頼む。パチパチと拍手の音が聞こえる。見れば、ミーシャが手を鳴らしていた。それに続き、教室中の生徒たちが歓迎するように拍手をした。先生、アノシ君に質問していいですか？良いだろう。好きにしたまえ。許可が出ると、白服の女子生徒が俺に言った。アノシ君は6歳っていうことは、転生とかしてるの？転生はしておらぬ。正真正銘6歳だ。すごい。じゃ、6歳で転入試験に合格したってこと？すると、黒服の男子生徒が言った。そんなことってあるのか？転入試験はかなり難しいって聞いたが？ああ、俺は転入組だが、とてもじゃないが子供が受かるような試験じゃなかったぞ。ざわざわと教室が騒ぎ始める。それを鎮めるように、エールドメイドが言った。驚くほどのことではないのだよ。なぜなら、アノシュ、ポルティコーロ。彼は、天才少年なのだから。転生したことにするとしても、前世をどういうものにするか、いろいろと考えねばならぬ。整合性を取るのが面倒ではあるし、クルストの魔法を使わない理由を突っ込まれる可能性もある。取り繕えば取り繕うほど、ボロが出るのならば、逆転の発想だ。潔く、すべてを天才で押し通すつもりだ。そっか、天才少年なんだ。まあ、そういうことも、あるのか？ディルヘイドに一人ぐらいいても、なあ。若干、疑問の表情を浮かべて吐いたものの、彼らは納得した様子だ。それでは、空いている席に座ることだ。俺が歩き出すと、他の生徒たちが口々に言った。アノシュ君、こっちこっち。こっち空いてるよ。アノシュ、こっち来いよ。仲良くしようぜ。なかなか、気さくではないか。不適合者だった頃とは、少々反応が違うな。とはいえ、俺の席はもう決まっている。あ、そういえば、エールドメイド先生、エレンたちがまだ来てないみたいなんですけど？魔王聖歌隊は本日、公務があると連絡を受けている。それが終われば来るだろう。公務か。いつの間にか、有名になっちゃったよね。そんな風に生徒の一人が感想を漏らす。魔王聖歌隊の人気は急上昇しており、彼女たちには魔王賛美歌の歌唱依頼がひっきりなしにやってくる。王権を持つ暴虐の魔王が自ら迎え入れた、魔王直属の配下であるというのも大きいだろう。依頼する側にも様々な思惑はあれど、平和の歌が広まるのは望ましい。エレンたちには、学業に支障がない範囲で公務に励んでもらっている。おい、待て、あいつ。俺の背中を見て、生徒が息を飲む。まさか、あの席に行くつもりか？まずい。おい、アノシュ。その席はダメだ。声をかけてきた生徒に、俺は振り返る。誰かの席なのか？いや、そうじゃないが。ならば、問題あるまい。気にせず、俺は歩いていく。サーシャとミーシャの隣の席へ。子供だから知らないんじゃない？知らないからって、まずいだろ。あそこは、アノス様の？だけど、アノス様はもういないんだし。いや、でもよ、俺、前に悪ふざけであそこに座ってみたことがあるんだよ。そんなことしたの？ジョークだよ。軽いジョーク。それで、どうなったの？タイミング悪くサーシャ様が戻ってきて、隣に座ったんだけどさ、にっこりと笑って、破滅の魔眼を浮かべててさ、絶対に俺と目を合わせようとしないんだ。だって、その状態で目を合わせたら、きっと死んじゃうよね。それだけじゃなくて、ミーシャちゃんがじっと見てくるんだよ。無表情で、無言で、じーっと見てくるんだよ。ミーシャちゃんが怒るなんてよっぽどじゃない。
それでとどめがエレオノールさん、のほほんとした口調で、そんなところに座ってると、ぶっ殺されちゃっても文句言えないんだぞ。で、あんたもうさっさとそこどいときなさいよ。腰が抜けて立てなかったんだって。教室中の視線が俺に集中する。というか、そいつの言う以上に、あそこの席はやべえと思うぜ。悪ふざけで座ってみるとか、軽率にも程があるだろ。殺してくれって言ってるようなもんだ。別の生徒がそんな言葉を口にする。周りを見てみろよ。勇者カノンに、勇者学院の生徒に、元偽の魔王とネクロンの姉妹だろ。絶対、近づきたくねえ。みんな優しいから大丈夫だって。いやいや、どう考えてもあの組み合わせはやばいだろ。勇者カノンって、本当に味方になったのか？偽の魔王もそうだよ。だいたいあの二人、学院に通う意味ないよな。深刻そうに生徒が言う。絶対何か企んでるよ。よく考えてみろって。あんな奴らが、ただ普通に生徒してました。とかあるか？魔王学院に潜伏して、いざという時に暴虐の魔王を裏切るつもりなんじゃ？ああ。多分、それを見張るために、サーシャ様やミーシャちゃんが目を光らせてるんだと思う。じゃなきゃ、あんな化け物ばっかになんねえよ。火薬庫みたいなもんだよ。あの席の周りは、一見和やかに会話してるように見えるけど、いつ爆発するか、分かったもんじゃねえ。それにあの席について誰も口に出さないのは、恐れ多すぎて何も言えないだけで、教師だって、毎朝、あそこに頭下げてくんだぜ。ちょっと入りづらいってのは、あるけどね。どうやら俺がいない間に、この席が聖域とされていたり、レイやミサたちが恐れられていたりと変化があったようだな。まあ、噂話の好きな生徒たちだからな。言わせておいても、特に問題はあるまい。魔力を送れば、椅子が動く。俺はそこに座り、隣を向いた。どうだ？誰も気がついていまい。サーシャが呆れたような表情を見せた。ミーシャはじっと考え、ぽつりと言う。まだ？っていうか、ずっと気がつかれないでいられるつもり？どうせあなたのことだから、おとなしくしてるなんて絶対にできないでしょ？何？そのための天才少年だ。ああ、何があっても天才で押し通すつもりだ。エレオノールが気がついたように声を上げる。完璧な作戦です。ゼシアがぐっと拳を握る。聞いたか、サーシャ。せめて、もうちょっと真面目に隠そうとしてよね。問題あるまい。俺の配下は優秀だからな。それ、誰のことよ。違ったか？お前ならば、うまくことを運んでくれると信じていたのだが。サーシャは顔を赤くし、視線をそらした。はいはい、魔王様の仰せのままに。私たちが苦労する予感しかしないわ。サーシャがぼやく。サーシャは喜んでる。と、ミーシャが俺に耳打ちする。ミーシャ、変なこと言わないの。あはは。でも、またアノス、アノシ君と一緒にお勉強ができて、嬉しいですよね。ほんわかした微笑みを浮かべ、ミサが言う。レイが椅子を倒し、もたれかかるように爽やかな笑顔を向けた。魔王の公務は？放課後にやれば事足りる。先ほども言ったが、俺の配下は優秀だ。魔王など象徴であればよい。民の嘆願についても、大抵のものはエリオやメルヘイスたちで対処できることだしな。象徴でしかなければ、それが一番いいだろう。暴虐の魔王が寝る間を惜しんで公務に励まねばならぬ事態があるのなら、それは平和ではないということだからな。また楽しい学校生活になりそうだね。ふっと笑い、俺は言った。そうだな。身構えるようにしながらこちらの様子を伺っていた生徒たちが、ふう、と息を吐く。大丈夫みたいだな。和気あいあいとしてるよね。何話してるかはわからないけど。なんでだ？やっぱり、子供だからかな。子供の特権かよ。ズリー。カンカン、と再び床を杖で叩く音が聞こえる。生徒たちが慌てて黒板に向き直ると、エイルドメイドが言った。今日は新たにもう一人、剣術の講師を紹介しようではないか。次回は、魔王学院の不適合者、第193話、魔王学院の剣術講師、第194話、剣術教練は準備運動から、高評価、チャンネル登録、
お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。